皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、あきこです。今日は日本のニュースを3つ話します。1つ、2つ、3つ話します。JLPT-N5 のレベルで話します。ぜひ最初から最後まで見てください。1つ目は本についてです。皆さんは本を読みますか？本を読む。日本の本は読みますか？皆さんは村上春樹さんを知っていますか？知っている、知らない。村上春樹さんはとっても有名な作家です。本を書く人、作家です。日本だけじゃなくて世界中で有名です。日本だけじゃない、世界中で有名です。有名はみんなが知っているということです。みんなが村上春樹さんを知っています。7月3日に村上春樹さんの新しい小説が発売されました。新しい小説が出ました。長編小説です。長編小説。長い小説です。短い、長い小説です。村上春樹さんが長編小説を出すのは3年ぶりです。3年ぶり。1年前、2年前、3年前に長編小説を出しています。なので3年ぶりと言います。村上春樹さんのファンはずっと待っていました。ずっと待っている。ずっと楽しみにしていました。発売日の午前0時から東京の本屋さんでイベントがありました。午前0時は夜の12時です。真夜中です。真夜中に本屋さんでイベントがありました。村上春樹さんのファンが集まりました。みんな集まりました。みんな新しい本、小説が読みたいと思ってイベントに来ました。皆さんは村上春樹さんの小説を読んだことがありますか？読んでいない。2つ目のニュースです。2つ目のニュースは外国人が日本に住むために必要なお金についてです。お金です。外国人が日本に住む。これはお金がかかります。そしてそのお金が高くなります。高くなります。上がる、下がる、上がります。2026年の10月から高くなります。例えば日本にずっ
と住む、日本にずっと住む、永住するためには20万円かかります。20万円です。今までは1万円でした。1万円から20万円に上がります。20倍です。20倍になります。他にも仕事のビザ、留学のビザなども高くなります。高くなる。でも一番高くなったのはこの永住にかかるお金です。永住。ずっと日本に住むことです。これが1万円から20万円になります。最後のニュースです。皆さんはアサヒという会社を知っていますか？アサヒビールを知っていますか？日本でとても人気なビールの会社です。ビールの会社。ビールやジュースも売っています。去年の9月にアサヒグループはサイバーアタックを受けました。去年、2025年です。2025年の9月にアサヒグループはサイバー攻撃、サイバーアタックを受けました。アタックされる、アタックを受ける。その結果、去年2025年のアサヒグループの利益は36% 下がりました。36% も利益が減りました。利益は会社が稼ぐお金です。稼いだお金が36% 減りました。とても有名な大きな会社です。なのでみんなびっくりしました。びっくり、驚きました。皆さんもインターネットのパスワードなど気をつけてください。今日は3つのニュースを話しました。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。